日本の民間伝承の中で不思議で少し怖い存在として語られてきたのが妖怪です。妖怪とは自然現象や人間の恐れ、説明できない出来事から生まれたとされる超自然的な存在です。怖いものもいれば、いたずら好きでどこか愛らしいものもいます。日本文化を理解する上で、妖怪はとても重要な存在です。妖怪の起源はとても古く、平安時代にはすでにその記録が見られます。科学が発達していなかった時代、人々は病気や災害を妖怪の仕業だと考えました。暗闇や山奥、古い家など、人の目が届かない場所に妖怪が住むと信じられていました。鬼は日本で最も有名な妖怪の一つです。赤や青の体に角を持ち、大きな金棒を持っている姿で描かれます。鬼は悪い存在として語られることが多いですが、時には人間を守る存在として描かれることもあります。節分には、鬼は外と言って豆をまき、鬼を追い払います。天狗は山に住むとされる妖怪で、長い鼻と赤い顔が特徴です。武術に優れ、山伏の姿で描かれることもあります。昔話では、人間に試練を与えたり、修行を助けたりする存在として登場します。神と妖怪の中間のような存在とも言われています。カッパは川や池に住む水の妖怪です。頭の上には水の入った皿があり、それが乾くと力を失います。いたずら好きですが、礼儀を重んじる一面もあります。お辞儀をすると、カッパもお辞儀を返し、その時に頭の水がこぼれると言われています。雪女は雪の日に現れる美しい女性の妖怪です。白い着物を着て冷たい息で人を凍らせると言われています。しかし物語によっては悲しい過去を持つ存在として描かれることもあります。その神秘的な美しさは多くの文学作品にも影響を与えました。九尾の狐は長い年月を生きた狐が変化した妖怪です。9本の尾を持ち、強い揚力を持つとされています。人間に化けて人々を惑わす存在として知られていますが、知恵と美しさの象徴でもあります。つくも神とは、長い年月を下手道具に魂が宿った存在です。100年使われた道具が妖怪になると言われています。古い傘や提灯亀や口を持って動き出す姿はどこかユーモラスでもあります。物を大切にする心がこの伝説に現れています。座敷わらしは家に住み着く子供の姿をした妖怪です。その家に幸運をもたらすと言われています。しかし座敷わらしがいなくなると、その家は衰退すると信じられていました。東北地方で特に有名な存在です。多くの妖怪は山、川、森、海などの自然と深く結びついています。自然の力への畏敬の念が
妖怪という形で表現されてきました。自然を大切にするという日本人の価値観もそこに現れています。中世には百鬼や行絵巻と呼ばれるよう怪の行列を描いた絵巻物が作られました。様々な妖怪が夜の街を歩く様子は幻想的でありながらどこか滑稽でもあります。これらの絵は当時の人々の想像力の豊かさを示しています。百鬼や行とは、たくさんの妖怪が夜中に列をなして歩くという伝説です。その行列に出会うと不幸になると言われています。この物語は人々に夜の外出を控えるよう警告する意味もあったと考えられています。妖怪は単なる怪物ではありません。人間の恐れや不安が形になった存在です。暗闇への恐怖、病気への不安、死への疑問などが妖怪という物語を生み出しました。すべての妖怪が怖いわけではありません。中には失敗したり、どこか間抜けだったりする妖怪もいます。怖さと笑いが共存しているのが日本の妖怪文化の特徴です。江戸時代には妖怪は娯楽としても人気を集めました。怪談話や浮世絵の中で様々な妖怪が描かれました。人々は怖がりながらもその世界を楽しんでいました。明治時代に来日した作家小泉八雲は日本の怪談や妖怪の物語を英語で世界に紹介しました。彼の作品によって日本の妖怪文化は海外にも知られるようになりました。現代でも妖怪はアニメや漫画、ゲームの中で生き続けています。怖い存在というより、親しみやすいキャラクターとして描かれることも増えました。時代とともにその姿は変化しています。昔、妖怪の話は子供へのしつけにも使われました。悪いことをすると妖怪が来ると言って子供を戒めたのです。物語は教育の役割も果たしていました。妖怪は日本人の想像力や自然観を映し出す鏡のような存在です。見えないものを信じ、敬う心が妖怪という文化を生み出しました。妖怪は単なる怖い存在ではなく、日本の歴史や文化、そして人々の心を表す象徴です。不思議で少し怖くてどこか優しい妖怪の世界は今もなお多くの人を魅了し続けています。ご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。感想もコメント欄でぜひシェアしてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。